皆さんこんばんは、おじいです。本日の作品は、太宰治、禁酒の心。私は禁酒をしようと思っている。この頃の酒は、ひどく人間を卑屈にするようである。昔はこれによって、いわゆる公然の気を養ったものだそうであるが、今はただ精神を浅はかにするばかりである。近来私は酒を憎むこと極度である。いやしくも、なすあるところの人物は、今日この際、断じて酒杯を粉砕すべきである。日頃酒を好む者、いかにその精神、臨食非常になりつつあるか。一升の配給酒の瓶に15等分のメモリを付し、毎日きっちり一メモリずつ飲み、たまに度を過ごして2メモリ飲んだ時には、すなわち1メモリ分の水を埋め合わせ、瓶を横ざまに抱えて振動を与え、酒と水、両者の化合発酵を企てるなど、誠に失笑を禁じ得ない。また、配給の3合の焼酎に、夜間一杯の番茶を加え、その褐色の液を小さいグラスに注いで飲んで、このウイスキーには茶柱が立っている。愉快だ。などと、虚栄の負け惜しみを言って、合法に笑ってみせるが、傍らの女房はニコリともしないので、一層惨めな風景になる。また昔は晩酌の最中に、ひょっこり遠来の友など見えると、いやー、これはいいところへ来てくださった。ちょうど相手が欲しくてならなかったところだ。何もないが、まあどうです。一杯。というようなことになって、富に活気を呈したものであったが、今は甚だ陰気である。おい、それではそろそろ、あの一メモリを始めるからな。玄関を閉めて、錠を下ろして、それから雨戸も閉めてしまいなさい。人に見られて、羨ましがられても具合が悪いからな。何も一目盛りの晩酌を羨ましがる人もいないのに、そこは精神、臨食非常になっているものだから、それこそ風情隠れにも心を動かし、外の足音にもいちいち肝を冷やして、何かしら自分がひどい大罪でも犯しているような気持ちになり、世間の誰も彼もみんな自分を恨みに恨んでいるような言うべからざる恐怖と不安と絶望と憤懣と怨嗟と祈りと、実に複雑な心境で部屋の電気を暗くして背中を丸め、ちびりちびりと酒を舐めるようにして飲んでいる。ごめんください。と玄関で声がする。来たな。きっと身構えて、この酒飲まれてたまるものか。それ、この瓶は戸棚に隠せ。まだ2メモリ残ってあるんだ。明日と明後日の分だ。この調子にもまだみちょこ分ぐらい残っているが、これは寝酒にするんだから、調子はこのまま、このまま。触ってはいけない。風呂敷でもかぶせておけ。さて、抜かりはないか。と、部屋中をぎょろりと見回して、それから急に、猫なで声で、どなた？書きながらも嘔吐を催す。人間もこうなってはすでにダメである。公然の気もへったくれもあったものでない。月の夜、雪の朝、花のもとにても、
心のどかに物語して杯出したる。よろずの今日を添うるものなり。などと言っている昔の人の天下な心境も少しは学んで反省するように努めなければならぬ。それほどまでに酒を飲みたいものなのか。夕日を赤々と浴びて、汗は滝のごとく、髭を生やした立派な男たちが、ビアホールの前に行儀よく列を作って、そうして時々、そっと伸び上がって、ビアホールの丸い窓から内部を覗いて、首を振ってため息をついている。なかなか順番が回ってこないものと見える。内部はまた、芋を洗うような混雑だ。肘と肘とをぶっつけ合い、互いに隣の客を牽制し、負けず劣らず大声を上げて、おい、ビールを早く。おい、ビール。などと東北なまりのものもあり、けんけんごうごう、やっと一杯のビールにありつき、ほとんど無我夢中で飲み終わるや否や、ごめん、とも言わずに、次のお客の色黒く目の光のただならぬのが自分を椅子から押しのけて割り込んでくるのである。すなわち、呆然として退場しなければならぬ。気を取り直して、よし、もう一度、と、さらに古外の長蛇のごとき列の末尾について順番を待つ。これを三度四度ほど繰り返して、心身ともに疲れてぐたりとなり、ああ、酔った、と力なくつぶやいて、帰途に着くのである。国内に酒が決してそんなに極度に不足しているわけではないと思う。飲む人がこの頃多くなったのではないかと私には考えられる。少し不足になったという評判が立ったので、今まで酒を飲んだことのない人まで、よろしい。今のうちに一つ、その酒なるものを飲んでおこう。何事も経験してみなくては損である。実行しよう。という、変ないかにも精進の物欲しげな精神から、配給の酒もとにかくいただく。ビアホールというところへも一度突撃して揉まれてみたい。何事にも負けてはならぬ。おでん屋というのも一つ試みたい。カフェというところも話には聞いているが、一体どんな具合か。今のうちにぜひ実験をしてみたい。などというつまらぬ向上心から、いつの間にやら一発の酒飲みになって、お金のない時には一目盛りの酒を惜しみ、茶柱の立ったウイスキーを喜び、もうやめられなくなっている人たちもかなり多いのではないかと私には思われる。とかく精進はどしがたいものである。たまに酒の店などへ行ってみても、実に嫌なことが多い。お客の浅はかな虚栄と卑屈、店の親父の傲慢貪欲。ああ、もう酒は嫌だ。と行くたびごとに、私は禁酒の決意を新たにするのであるが、木が熟さぬとでも言うのか、未だに断行の運びに至らぬ。店へ入る。いらっしゃい。などと言われて、店の者に笑顔で迎えられたのは、あれは昔のことだ。今は客の方で笑顔を作るのである。こんにちは。と、客の方から、店の親父、女中などに
満面卑屈の笑みをたたえて挨拶して、そうして黙殺されるのが通例になっているようである。念入りに帽子を取ってお辞儀をして、店の親父を旦那と呼んで、生命保険の勧誘にでも来たのかと思わせる紳士もあるが、これもまさしく酒を飲みに来たお客であって、そしてやはり黙殺されるのが通例のようになっている。さらに念入りなやつは、入るなりすぐ、店のカウンターの上に飾られてある植木鉢をいじくり始める。いけないね。少し水をやった方がいい。と、親父に聞こえよがしにつぶやいて、自分で手洗いの水を両手ですくってきて、シャッシャと鉢にかける。身振りばかり大変で、鉢の木にかかる水は、ほんの2、3滴だ。ポケットからハサミを取り出して、ちょんちょんと枝を切って、枝ぶりを整える。出入りの植木屋かと思うと、そうではない。意外にも銀行の重役だったりする。店の親父の機嫌を取りたいために、わざわざポケットにハサミを忍び込ませてやってくるのであろうが、苦心の甲斐もなく、やっぱり親父に黙殺されている。渋い芸も派手な芸も、あの手もこの手も、一つとして役に立たない。一様に冷たく黙殺されている。けれども、お客もその黙殺にひるまず、何とかして一本でも多く飲ませてもらいたい、と願う心のあまりに、ついには自分が店のものでも何でもないのに、店へ誰か入ってくると、いちいち、いらっしゃい、と叫び、また、誰か店から出て行くと、必ず、どうもありがとう、とわめくのである。明らかに、錯乱、活況の状態である。実に哀れなものである。親父は一人落ち着き、今日は鯛の塩焼きがあるよ、とつぶやく。すかさず一青年は卓を叩いて、ありがたい、大好物、そいつはよかった。内心は少しもいいことはないのである。高いだろうな、そいつは。俺は今まで鯛の塩焼きなんて食べたことがない。けれども、今は大いに喜んだふりをしなければならぬ。辛いところだ。畜生め。鯛の塩焼きと聞いちゃたまらねえや。実際、たまらないのである。他のお客も、ここは負けてはならぬところだ。我も我もと、その一皿二円の鯛の塩焼きを注文する。これで、とにかく一本は飲める。けれども、親父は無慈悲である。しわがれたる声をして、豚の煮込みもあるよ。何？豚の煮込み。老紳士は幹事と笑って、待っていました。という。けれども、内心は並行している。老紳士は歯を悪くしているので、豚の肉は点で噛めないのである。次は豚の煮込みときたか。悪くないな。親父、話せるぞ。などと、全く見えすいた愚かなお世辞を言いながら、負けじ劣らじと、他の客も、その一皿二円の怪しげな煮込みを注文する。けれども、この辺で、海中心不足なり、落語するものもある。僕、豚の煮込み、いらない。
と、全く意気消沈して、六号活字ほどの小さい声で言って、立ち上がり、いくらという。他のお客は、この哀れなる敗北者の退陣を黙想し、バカな優越感でゾクゾクしてくるらしく、ああ、今日は食った。親父、もっと何か美味しいものはないか。頼む。もう一皿。と、血迷ったことまで口走る。酒を飲みに来たのか、物を食べに来たのか、わからなくなってしまうらしい。なんとも酒は魔物である。太宰治、禁酒の心でございました。お相手は、オジーの朗読者でした。またのご来店お待ちしております。